邪魔なんですけど。これはすごい邪魔。これはもっと邪魔。これはもう邪魔。おはこんばんは。It's Saigon and Brem で、今日は皆さんに今住んでるこのオハイオのコロナウイルスの状況をシェアしたいと思います。で、今は2020年3月16日の月曜日です。で、今の段階でオハイオ内で確認されているコロナウイルスの感染者の方は50 50名で、まあ50名だけど、まあそれはあれだね、まだ検査してない人もいるし、まあ実際何人いるかわかんないんだけど、今のところ50人という感じです。そうまだアメリカではちゃんとしたテストとかはそんなに数が多くないから多分日本と一緒だからテストしてないで本当は感染してる人が多分いっぱいいるはず。いるよね。うん、でまあそう自分で感染してて分かんないで、まあ、あちこち行っていろんなものを触って、でそれをまたみんなが触って、でどんどんこうやってガーって広がっていくんだよね。ね、だから今ヨーロッパとかすごいもんそうイね。タリア、スペイン、フランスらへんが、ね、やばいし、あとアジアだとまあ韓国、あと多分日本もいっぱいただテストしてないっていうのもあると思うけど、でそんな中なんかオハイオは日曜日かな、そう日曜日にオハイオの政府がなんか発表したね。なんかもう何なの、レストランレストラン、ババー、食べ物、食べ飲みー、のお店、人がいっぱい集まるところだよね。だからそういうのはもうそこで食べちゃいけないっていう新しいそうルールお持ち帰りか配達だけってなった。でなんかまあ動画でも結構言ってるけど、なんか自分は今飲食店に勤めてるから、まあ自分のところも例外ではなくて、なんかまあ今までは自分のところはね、お客さん来てさ、お客さんがその場で食べれるスペースとかあったけども、そこは完全クローズ、でもう今は本当にお持ち帰りか、あと電話オーダーのみの対応になってる。ね、で自分の仕事も金曜日にまあ、みんなで会議して、でなんかその社長の人が来て月曜日からはとりあえず3週間、できる人は家で働いてもらうっていうことを、まあ、言われて在宅勤務をしてます。なんかね、飲食店は結構なんかそういう風に出されたじゃん。なんか細かいルールが政府からオハイオの。だけどなんか、まあ、ブレンとか、あとブレンと自分たちの友達とかも結構もう仕事に行ってない人が多いよね。できる人はもう自宅から仕事をしたり、まあ、あとはシフトが多分減ったりとか時間数を減らしたりとか、そういう風になってるはずです。ね、でまあ本当に最悪の場合だともうクビになったりとかしてる、もうなってる人いるね。だから自分の飲食店のところとかも結構まあもうねオーダーが少なくなっちゃうからさ、なんかまあ結局会社とかもそんなね人を持っとけないし、稼ぎも収入もないから、だからまあクビにするかちょっと長期の休みにしたりとか、まあそういう風なやつをしてると思うんですよ。だからもう自分のところだけじゃなくて、もうなんかそういうのはどこでもやってると思います。今日またニュースが出て、オハイオでは、ジムとか映画館とか人が集まるような場所はもう全部もう閉まらないといけないっていう、まあ、州長がそれを言った。なんかイベントとかもさ、なんか50人とかなんかそういうふうに団体で集まるところはなるべく避けるとか、まあそれがもう禁止。でも今アメリカの大統領が今日で10人って10人、言った。そうね、10人で行動しないようにとか、まあ、本当にできるだけ集団での行動とか、そういうみんなが集まるところには行かないようにっていうことが出てるね。でも、オハイオもそうだし、あとニューヨークとか、サンフランシスコとか、他の州と市が今、まあ、こんな感じになってます。でどんどん増えていってます。なんかブログでも書いたけど、
なんかマーケットも日本と同じだね。本当にもうお水なくなってペーパー類がなくなって、あと手を消毒するハンドソープハンドソープとかそういうのがなくて、で日本と違ったのはパスタがなくなったのはちょっとなんかまあ国柄が出るね。パンとパパンスタ、とパスタまあ保存が効くしね、パスタはお米も少なかったよ。少なかった。アジアのとこもそうだけど普通のスーパーもみんな買ってた。うんあとは缶詰の豆とか野菜とか、乾燥した豆とかいろいろ買ってた。なんか自分たちは今ね食料あるしけどね、どうかな、でもスーパーは閉まらないはず、だって政府言ってたのは全部閉まってもスーパー、薬屋さん、ガソリンスタンドともう一個なんかあったけどそういうのが閉まらなんかまあ、それ必要なもの、閉まったら本当にパニックだもんね、うんね。でもそういうところね人いっぱい集まるしさ、やっぱそこは一番危ないところだけど、でもしょうがないもんね、行くことしかできないから、なかなか難しいけど、まあ、あとはねネットで食料を注文したりとかできるから、まあそういう手段取ってる人もいると思う、だからなんか心配されるのが栄養バランスだよね。なんか自分結構心配しちゃうもん、なんか野菜とかも結構売り切れてるっていうし、まあ、冷凍食品ばっかり食べててもやっぱり体に良くないだろうし、まあ、今のところはね昨日買い物して今はあるけど、そうね、まあ、とりあえず納豆をねいっぱい買ったから納豆もちゃんと食べてね、なるべく健康な生活がねできたらいいけど、ねまあでも結構このなんかオハイオはまあ感染者がすっごい多いってわけじゃないけど、なんかこういうふうになんだろう早めの対応を取ったんだよね。なんか日本でもニュースになってたんらしいねでしょ、だけどなんかまあね結構早くて、まあその仕事なくなっちゃったり時間減っちゃったりで結構大変なところもあるんだけど、でもまあこの早い対応のおかげで少しでもねなんかその感染者が減ってくれればいいなと思います、これでねまだ増え続けるんだったらちょっと怖いけど、まあ、これ早いね措置のおかげでちょっと減っていくか、それともまあ今のままこれなんかこのなんか行ったり来たりぐらいのところであってくれたら嬉しいなと思います、まあね遅かったってよりかはね、まあ、早めにいろいろやって、なんかやりすぎたなぐらいのレベルがいいのかなと思います、ね。でも結構今、ね、みんな不安だろうね今オハイオ州の人たち。そうだね。でもなんか最初政府はじゃあできるだけ集まらないで、で最初は木曜日ぐらいになんか100人以上の集まる場所はもうダメになって、コンサートとかスポーツとか、でみんなちゃんと守れなかった、でなんか週末にバーとか行って遊んだりとかなんか問題ないじゃんみたいな、まあ、感じで遊んで、その後じゃあバーレストランをじゃあ閉めちゃおうってなって、でそれでもなんかみんなが遊びに行くからだからじゃあジムとか映画館とか閉めるっていう、もう流れでなっちゃったからね。まあでも実感湧かないもんね。最初の方だってさ2人とかだったじゃんオハイオ。2名発見しましたっつって、ああ2名かみたいな感じで1週間後にはもう50名とかになったから、まあねそこまでみんな危機感がなかったよね。ね、そうだよ。だって2週間前の自分たちもだって2週間1週間前の自分たちも全然なんかって感じで、もう早に来てないしみたいな感じだったから、まさかこんな状態に、ね、なるとは思わなかった、まあ、ちょっとパニックだよね。まあね、まあでもなんか若い人はまあまあ大丈夫って言うけど、その年配さんとかは心配だからね。そう子供ね赤ちゃんとか、あと妊婦さんとかだから自分たちが大丈夫でもその感染者になっちゃって、知らないうちにね感染させてるかもしれないっていうのがあるから、それが一番
だから家に行ったりとかしないといけないと思う。そうだね。うんなんか本当にね、まあ遊ぶんだったら、まあその友達、まもう家で、ね家に来てもらってあ遊ぶのが一番だよね。それしかできない。まあバーとか行ってる場合じゃないからね。と外もしもう無理とかになったらもう公園とか行った方がいいと思う。そうだね。気分転換にやっぱ公園が公園とかいいかもね。どこも触れないで済むじゃん。歩いてるだけとかだから。ね。そんぐらいしかないね。まあ、大体今話したことが今の状況です。まあこれからね良くなっていくかをまあ悪くなっていくかは分からないんだけど、まあ良くなっていく方を信じて頑張ろう。ね、とりあえず何ヶ月かそうだね分かんないけど多分まあ数ヶ月はね時間かかると思うから、まあゆっくり根気強くやっていきましょう。また何かあれば YouTube とかブログとか、まあ、Twitter、Instagram とかで、まあ、情報アップデートしていくのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日の動画はここら辺にしたいと思います。ぜひチャンネル登録まだしてない方はぜひしてってください。お願いします。お願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。